こんにちは、キーパフォーマンス井形です。いつも動画見てくださりありがとうございます。今日の動画はね、もう主役はこれです。XE4。もう本当にね、最高の一言でしか表せないような、そういう本当にいいカメラで、これをね、新品98,000円で買えるんだから、もうね、結構僕これはゲームチェンジャーになってるなっていうふうに思うんですよね。で、今回の動画は僕この XE4 来てから1ヶ月でいろんなレビューをしてきたので、そのレビューをね、全て総まとめしたいと思います。XE4 がどんなカメラか、僕が1ヶ月間ね、めちゃめちゃ使ってみて感じたことは、僕のボタン設定のカスタマイズ、それから動画機としてはどうか、あとはこの XE4 につけるベストレンズのトップ3の発表になりますので、ぜひね、楽しんでご覧いただければと思います。またね、かなり動画の尺長くなると思うので、目次をつけておきました。なのでね、お時間ない人は目次を使って興味のあるところから見ていただければと思います。それでは行きましょう。で、まず僕のこのカメラについての感想の結論としては、もうね、ジャケ買い推奨です。めちゃめちゃジャケ買い、もうこのデザインだけで買ってほしいカメラで、万能では決してないけれども、こっちのちょっとした工夫で何でもできるような、そういう素晴らしいカメラですね。それじゃあ実際に XE4 がどんなカメラなのかっていうのをお話ししていきたいと思います。まずはね、デザインなんですが、もうね、めちゃめちゃクラシカルでかっこいいですよね。もうこれでもかと言わんばかりに余計なものを削ぎ落としてます。富士フィルム細膜、極限まで薄さにこだわったソリッドなレンジファインダースタイルらしいです。もうね、確かにこの薄いし、でソリッドだし、この上部がソリッドですね。後ろがちゃんとレンジファインダースタイルなんですよね。いやー、かっこいいな。でこれはね、ちゃんとこの上の部分プラスチックじゃなくて金属パーツ使ってるので高級感ありますよ。持っててもね、この金属のちょっとヒヤッとした感覚が伝わってきてね、気持ちいいですね。外観のスペックですが、厚さは 32.7mm で、重さがバッテリーメモリーカード込みで 364g ですね。持っててもすごく軽いです。軽さ実感できるのいいですよね。で、富士フィルムのカメラだったらね、ここに大体あるフォーカスモードの切り替え、シングルとかコンティニュアスとか MF の切り替えのスイッチもね、取っちゃいました。で、こっち。このね、グリップの部分もね、取っちゃいました。だから、率直にね、デザインの感想だけ言うならば、すごくライカっぽいですよね。なので、レンズをね、選ぶのは間違いないんです。このカメラ、レンズを選ぶのは間違いないんですが、ちゃんとね、XE4 には持ち方の作法がありますので、それも後で説明させていただきます。で、今回ね、富士フィルムのカメラにしては珍しく、ここにP モードっていうのが搭載されましたね。P モード、プログラムオートなので、絞りもシャッタースピードも ISO も全部プログラムオートでやってもらおうっていうような、そういうモードですね。で、露出だけここのダイヤルで調整すると。だからこれカメラ始めたての方はもう P モードに合わせちゃって、ここで明るさだけを設定するみたいな撮り方でも全然いいなと思います。ちなみに XE4、こうやって持った時のこの親指の位置にちょうどこのダイヤルが来るようになっているので、露出のね、プラスマイナスの制御っていうのはものすごいしやすいですよ。このダイヤルも軽くてね、回しやすいのでね、XT4 とかだとちょっとこうやって2本の指で回す必要が出てくるので、これはね、撮影してる時にすごく便利ですね。XE4 の魅力の一つとして、この背面液晶が挙げられますよね。こういう風に自撮り用位置にくるっと向いてくれるチルト液晶なんですよね。だからこんな感じで自撮りをするのも全然楽勝です。だからね、この液晶が前を向いてくれるおかげで、例えば旅行の時誰かと一緒に撮る用途だったりとか、自撮りをね、僕みたく自撮りをする YouTuber さん向けの用途っていう部分に一気に強くなりましたよね。で、XE4 のすごいところはまだまだあって、まずこの中に積んであるセンサー、それから映像エンジンっていうのが富士フィルムのフラグシップ XT4 と同じもの積んでるんですよね。だから XT4 買ってもこの XE4 買っても撮れる写真っていうのが全然違いないんですよ。これすごくないですか？結構ね、他社の C 社とか S 社とかは、機種によってセンサーを変えてる。センサーはね、その入門機用のものが別にあったりとかっていう風にするんですけど、これは最上位機種フラグシップ機と全く同じものが積んであるんですよ。で、当然ね、画質がすごく最上位と同じでいいっていうのはもちろんメリットなんですけど、それ以上に僕はやっぱりね、
最上域で撮ってもこっちで撮っても撮れる写真の色味風味が全然変わらないっていうのが強いなと思って、例えばこう動画とかって2カメとかで撮ったりとかするんですよね。だから今僕 XT4 で動画撮ってますが、もう1台はここに据えてこっちのアングルとこっちのアングルから撮ろうっていう時に、設定さえ同じにしとけばその後の色調整っていうのが全く同じになりますよね。だって同じセンサーと同じエンジンで撮ってるから。なのでね、これはね、特に映像系で使うのはめちゃめちゃ楽なんですよ。よく映像される方が同じカメラ2台揃えましたっておっしゃってると思うんですが、富士フィルムの場合はね、全く同じじゃなくてもそれが再現できるのでいいですよ。これは本当ね、使えば使うほど便利だなって思います。そして最上位機種と同じ部分はまだあって、これね、富士フィルムのね、もう最大の魅力と言っても過言じゃないフィルムシミュレーションっていうのも今出てる18種類全部使えるんですよ。だから今までだったら、例えば X Pro 3とか XT4 にしか搭載されてなかったクラシックネガ、それから XT4 にしかなかったエテルナブリーチバイパスっていうのもこれで使えるんですよ。そう考えるとこの XE4 ってめちゃめちゃね、もう最強の、僕が最強だと思ってるフィルムシミュレーションのクラシックネガを使える機種の中で一番安い機種なんですよ。だいたい他は全部10万超え、もしくはもう20万届くぐらいの価格の中で、これだけがね9万8000円、税込み9万8000円なので、これは安くクラシックネガを使いたいと思っている方にはもう一択の選択肢になってくるのかなっていうふうに思っています。そしてね、だいたいこういうフラグシップじゃない機種ってちょっとね、ファインダーの性能とか落としてくるんですよね。でこれも確かにファインダーの性能、見かけ上はちょっと落ちてるんですよ。今僕が動画を撮ってる XT4 フラグシップですね。フラグシップ機は365万画素の 0.5 型のファインダーなんですよね。だから 0.5 型で倍率も確か 0.76 倍とかだったかな。なので結構大きくしっかり見えるんですよね。でそれに比べて XE4 のこのファインダーっていうのは236万画素の 0.39 型っていうものなんですよね。だからスペックとしては T4 にすごい負けてるように見えるじゃないですか。ただこれ見た瞬間に小さいは小さいんですよ。それも 0.5 型と 0.39 型でファインダー倍率もね違うので、それは当然だと思ったんですけど、精細さはねなんかあんま違わなくないって、これめちゃめちゃ綺麗じゃないって思ってよくよく調べてみたら、 EVF のファインダーの精細さっていうのは画素ピッチで結構決まってくるんですよね。その画素密度っていうんですかね。でその画素密度が XT4 のファインダーと XE4 のファインダーって同じなんですよね。だから精細さは変わんないんだって。だからね、本当にこのファインダーすごく綺麗なファインダーだと思ってもらって大丈夫です。例えば僕はこの愛用している TTR チザンの8900円のねマニュアルレンズがあるんですが、これでねピント合わせとかめちゃめちゃやりやすいですよ。もうファインダーが見やすいのでスッとピントに合ってくれるような感覚、これもね気持ちいい撮影体験です。それではここまではね XE4 どんなカメラですよ、こんな魅力が詰まってますよっていうのをお話ししてきたんですけど、ここからは僕が1ヶ月間使ってみてどんなカメラだったなっていう感想をお話ししたいと思います。もうめちゃめちゃ主観的なレビューになるんですけど、やっぱり富士フィルムのねカメラは語るときは客観性じゃなくて主観性を入れることもちゃんと大事だなと思ってるんで、ここはあえて主観性マックスでいかせていただきたいと思います。で僕が1ヶ月間使った感想なんですが、機動性、かっこよさ、シャッター音の3つが揃うとこんなに撮影はかどるんだなっていうのを実感させてくれたカメラですね。まずこの機動性ですね。もうこうやってストラップで首から下げても全く首疲れないです。軽いからね、首にかかるずっしり感っていうのが全然違います。でこれねグリップがないんですよ。グリップ取っちゃったんです。グリップ取っちゃったんですが、グリップがないことは実はあまり問題にならないんですよ。っていうのもこの XE4 には持ち方のお作法っていうのがあるんですよね。XE4 の持ち方についてです。普通のカメラはこうやって右手でこうグッと握って左手はこう添えるっていう風にするんですが、 XE4 の場合はまず左手でこうやって持つ台を作ってしまって、そこにカメラを乗せる。そしてこうやって指でグッと XE4 を握って右手は軽くシャッターの部分に添えるっていう、こういうような持ち方の作法があるんですよね。だから普通のカメラは右手が重心です。でも XE4 は左手が重心です。
これにね気づいてね、これ持ち方するとすっごくね持ちやすくて、でこれってねコメント欄で教えていただいたんですが、昔のねフィルムカメラとかカメラが軽かった時代はこれが当たり前だったよっていうことらしいんですよ。なので、ね、そういう意味でもね本当に原点回帰というか、すごくクラシカルでかっこいいデザインだなっていうふうに思います。で次、かっこよさなんですが、もうねこのもう言葉じゃ表せないぐらい本当にねかっこいいんですよね。これかっこいいなーって。これ多分かっこいい言ってるの僕だけじゃないと思うんですよね。本当にかっこいい。で僕ねいつもカメラ買うと結構黒が好きなんですけど、ギズモードのねアミトーさんが今回はシルバーかっこいいなって言ってたんでシルバー買ったんですけど、いやーシルバーいいっすよね。この質感かっこいいな。で特に僕なんかだとそのカメラをねこうやって首からかけていると結構オタクっぽくねやっぱ外見がなっちゃうんですよ。ただ XE4 はねすごく本当にファッションの一部にしていいぐらいスタイリッシュなので、これかけてるとねなんかそのオタクっぽさが軽減されたような気がして、ガンガンねもっと撮りに行こうみたいな気分になれるんですよ。この気持ちの上でテンション上げてくれるっていうのもすごく重要なんですよね。そしてねシャッター音ちょっと行きましょう。どうですか。いやセクシーだなっていうふうに思いますね。聞いててね本当に気持ちいいんですよね。こうファインダー見るときってやっぱり耳も近づくので、そうやって近づいたときにね聞く音がねまた別格なんですよね。で本当にねもう XT4 の方にもこの音乗せてくれたらなって思うんですよね。 T4 はもう柔らかいシャッター音なのもうしょうがないのは分かってるんですけど、もうねやっぱりシャッター音が気持ちいいことっていうのは重要ですよね。もう撮ってるのがね本当に気持ちよくて、この音を聞きたいからもうどんどん撮りたいという気持ちにさせてくれます。なのでこの XE4 っていうのは機動性とかっこよさとシャッター音というこの3つが合わさってできているカメラなんですよね。でそれが合わさると本当にねどんどん写真を撮りたくなるし、で撮れば撮るほどねどんどん気持ちが上がってテンションが上がって調子が上がっていくんですよ。でこの撮影の時の調子っていうのがねやっぱりその撮れる写真の質にかなり影響を及ぼすので、僕このカメラはね本当に自分の腕をかけ 1.5 倍ぐらいしてくれるカメラだなっていうふうに思ってます。でこの XE4 購入前に心配される点としては、ボタンとかをねめちゃめちゃ削ぎ落としちゃったんですよ。まずはもうグリップないしでこの背面のね十字ボタンもないんですよね。これは XE3 の時からないんですけど、背面の十字ボタンも排除してしまった。そして富士フィルムのカメラだったらだいたいこの辺りについてるフォーカスのシングルモード、それからコンティニュアスモード、それからマニュアルモードの切り替えのレバーもなくなっちゃったんですよね。これないんですよね。なので結構ねカスタマイズ性を心配される方がいらっしゃるんですが、カスタマイズ性はね全く問題にならないです。以前の動画でねこの XE4 のカスタマイズについてお話しした動画がありますので、そちらの映像をご覧ください。設定方法はこのメニュー画面のスパナみたいなところからどんどん進んでいきます。でこの画面のファンクション設定ですね、ここを選択するとこんな画面になります。 XE4 で設定できるカスタマイズファンクションっていうのは大きく分けて2つで、1個目が普通にボタンに機能を割り当てるボタンのカスタマイズなんですが、その他にもタッチファンクションっていう機能があります。でタッチファンクションって何かっていうと、こんな感じでスマホの画面みたくスワイプをすることでいろんな機能を呼び出せるっていうものですね。これ確か XE3 ぐらいから搭載されて、僕も最初これ使えるのとか思ったんですけど、全然実用的な機能です。それではまずはボタンのカスタマイズについてです。設定できるボタン3つあって、まずは通常のファンクションボタンですね。それからクイックメニューボタンっていうのかな、Q ボタン。そして最後に AEL、AFL ボタンですね。この3つをカスタマイズすることができます。じゃあ今からこの3つ僕がどんなカスタマイズをしたのかっていうのをお見せしていくんですけども、この3つのボタンっていうのは全部ファインダーを除きながらでも簡単にいじれるボタン配置になっているんですよね。なのでファインダーを除きながら変えたい設定というと、僕は露出とフォーカスなんですよ。なのでその露出とフォーカスに関係した設定を当てています。でまずファンクションボタンですね。ファンクションボタンには僕は顔検出のオンオフを割り当てています。で顔検出のオンオフってかなり重要で、
富士の特に第4世代機からの顔検出機能っていうのが相当良くなった分、結構ね広告写真とかに載ってる顔とかでも検出しちゃうんですよね。なのでこれは使わないときはオフにしてるけど、自撮りとかをするときはすぐオンにできるようにこの便利な位置に割り当てています。そして Q ボタンですね、クイックメニューボタンに関しては、僕は観光の設定を割り当ててます。個人的にはダイヤルじゃなくて画面上で設定できた方が、このアベレージとかスポットとかマルチとかの説明文が読めるので、僕はこっちの方が便利だと思っています。そして3つ目 AEL、AFL ボタンですが、僕はここに消えてしまったフォーカスモードの設定を割り当てています。この AEL、AFL がね潰れてしまうことに関しては、人によっては絶対にそんなことはできないっておっしゃる方もいると思うんですが、 XE4 は EVF なんですよね。で EVF のいいところって撮影結果がそのままファインダーに映ってくれることなので、僕はここは観光モードと、あとは露出ダイヤルですねをいじることでなんとか対応できるかなというふうに思って潰しています。そして次はタッチファンクションについてです。僕は基本的に X Pro 2と同じようなボタン配置になるようにしています。右スワイプでホワイトバランス、左スワイプでフィルムシミュレーション、それから下スワイプで AF モードですね、オールとかワイドトラッキング、ゾーンとかを決められるものになってます。でそうすると X Pro 2との違いは、 X Pro 2上ボタンでドライブ設定になるんですけど、 XE4 の場合ドライブは上にボタンが常についているので、じゃあ僕が上スワイプで何を割り当てたかっていうと、カスタム設定を割り当てました。で富士フィルムの JPEG の自由度ってかなり高いんですよね。でしかもいろんな人がこの設定おすすめだよって設定を公開してくれてるので、カスタム設定いろんなのを登録してすぐに切り替えられるっていうのはすごく便利なんですよね。なので僕は上スワイプはカスタム設定の切り替えを登録しています。そして最後にコマンドダイヤルなんですが、僕はこれを ISO に割り当てています。でこれを ISO に割り当ててあげることによって、シャッタースピードはシャッタースピードのダイヤル、絞りは絞りリングで設定、そして ISO もダイヤルで設定できるっていう風になるので、絞り、シャッタースピード、ISO っていうこのデジカメの3大要素っていうのが全て単独のダイヤルに設定できるようになるんですね。僕はこれは結構必須の機能だなっていう風に思っています。 XE4 やっぱりね、この自撮り用のポジションに液晶が動いたり、あとは XT4 とほとんど同じ動画性能を持ってるっていうんで、僕実はね結構動画機としても期待してたんですよ。なので XE4 動画機として使うならどうかっていうのを以前まとめた映像がありますので、またそちらをご覧ください。それではまずスペックについてです。XE4 普通にスペックとして優秀なカメラなんですよね。まず 4K30p がクロップなしで撮れるし、ログで撮れるし、しかも 240p のスローモーションの撮影もできるんですよね。いくつ詳しく説明していきます。まず 4K30p がクロップなしで撮れるんですが、結構今のミラーレスって 4K 撮れますっていうカメラ多いと思うんですが、画角がね普通の画角よりちょっと狭まりますよっていうような、クロップされちゃうようなカメラも多いんですよね。その中で XE4 は普通にクロップなしで撮れますし、しかも動画の綺麗さってその 4K とかの数字もそうなんですが、それよりもビットレートっていうものがかなり重要になってくるんですよね。でこのビットレートが高ければ高いほど、データサイズも大きくなりますが、綺麗な絵が撮れるっていうものなんですよ。でこの XE4 は 4K30p で 200Mbps、200メガのビットレートで撮れるんですよね。でこの200メガってどのぐらいすごいかっていうと、パナソニックの S5 フルサイズの結構動画に特化したミラーレスですよね。パナソニックの S5 が同じ 4K30p の8ビット XE4 と同じ設定で撮ると 100Mbps までしか設定できないんですよね。って考えるとすっごい無理やりですけど、データ量的には XE4 の方が2倍の大きさで撮れますと。でしかもこの XE4 はフィルムシミュレーション使えるんですよね。特に僕はクラシックネガでね動画を撮るのがお気に入りなんですよね。やっぱりこのフィルムシミュレーションの綺麗な色味っていうのが全部動画でも使えるっていうのは XE4 のめちゃめちゃ大きなアドバンテージですよね。やっぱり動画撮った時の絵が綺麗だと
YouTube とかにアップロードする時の最終的なクオリティにもかなり影響するので、この高いビットレートが選択できるっていうことと、フィルムシミュレーションが使えるっていうことはすごく動画機としてアドバンテージになっていると思います。そしてさらに XE4 ではログ撮影もできるんですよね。ログ撮影って何かっていうと、こんな感じであえて色を浅く撮ることによって明るいところから暗いところまでできるだけしっかり色情報を取っておきましょう、ダイナミックレンジを広くしましょうっていうような設定なんですよね。これ後で自分で色を入れてあげるっていうちょっとした面倒くささはあるんですが、自分で絵作り凝りたいなって思ってる人にとっては結構必須の機能なので、これねついてないカメラ多いんですが XE4 98,000円のカメラでちゃんとそれがついてます。そしてスローモーションですね。これちょっと難しい話は割愛するんですが、最大10倍スローにすることができます。でやっぱりね、スローモーションってちょっと映像の中に入れるだけで全然印象が違うんですよね。いいアクセントになってくれるので、このスローモーションも今特に流行ってるのでね、10倍スロー持ってるか持ってないかっていうのも結構選ぶ時のポイントになるんじゃないでしょうか。今まず撮れる動画の絵そのものはすごく綺麗ですってお話をしてきたんですが、動画にとってもう一個大事なのがオートフォーカスですよね。なので次はオートフォーカスの話をさせてください。まずはフォーカスを合わせるスピードと滑らかさなんですが、これね自分で結構細かく設定ができるので、僕みたく速くなくていいから滑らかにあってほしいなって思った人はそういう設定にすればその通りに動いてくれます。なのでかなりフォーカスはカスタマイズ性が高いんじゃないかなと思っています。もちろんその合わせる滑らかさとかも問題ないですね。で自撮りで YouTube 撮るときにすごく重要なのが顔認証じゃないですか。顔認証の精度はね相当高いですよ。正直ね第4世代のセンサーで動画の状態こうやって自撮りしてて僕の顔を外したことってゼロだったんじゃないのかな。少なくとももう覚えてないレベルなので、本当にしっかりと顔に吸い付いてくれるんですよ。なので自撮り用カメラとしては相当優秀ですねこれ。ただもちろん完璧じゃないんですよ。このカメラ顔認証っていうので顔を追尾してくれることはできるんですけど、動画だとね顔しか追尾してくれないんですよ。写真だと追尾 AF っていうのがちゃんとあって、1回ターゲット決めるとそのターゲットにきちんと AF が吸い付いてくれるんですが、動画モードだとその追尾の選択がそもそもできないんですよね。確かゾーンかワイドかしか設定できなかったのかな。ので自撮りとかをする分にはいいんですけど、例えばねそのちょっと動いてる鳩とかを追っかけたいとか、あるいはお子さんの後ろ姿を追っかけたいとかっていう時には頑張って自分でフォーカスエリアを設定して、そのエリア内に物が入っているように自分が動き続けるしかないので、ここはちょっとこういうところは他社に遅れを取っているかなっていうふうに思いますね。顔認証ができるから追尾できないことないと思うんですけどね。で僕このカメラ自撮りする YouTuber さんには特におすすめしたくて、液晶がね前を向くんですよね。やっぱりこの液晶が前を向いてるっていうのはかなり正義で、しかもバリアングル液晶と違って光軸の上にモニターが出る形になるので、視線がねモニターを見てても比較的自然にレンズの方を向いてるような感じになるんですよね。バリアングル液晶だとどうしてもレンズの横にモニターが出る形になるので、モニター見てるとね微妙に視線が横に泳いだっていうのがやっぱり気になっちゃうんですよね。なので僕はそれがないこの上向きに自撮りモニターが出てくるこの XE4、 すごく自撮り向きなカメラだなというふうに思います。今ちょっとね諸事情によりこの XT4 がお休みしている状態なので別のカメラで撮っています。なんでこれがお休みしているのかについても後でご説明します。でマイク性能ですね。マイク性能こっちの内蔵マイクを試した動画があるので、まずはそちらご覧ください。今 XE4 の内蔵マイクで音を取っていますが、いつものロードワイヤレス GO と比べて音声どうでしょうか。また今つけているレンズが XF23mmF2 なんですが、フォーカス駆動音いかがでしょうか。僕の耳にはフォーカス駆動音は全く聞こえないです。いかがだったでしょうか。良くもないけど悪くもないっていう感じですかね。これ普通に自分のその思い出とかちょっと YouTube に上げるぐらいだったら全然僕は使えるかなというふうに思いましたので、 XF23mmF2 みたいな AF が静かなレンズだったらこの内蔵マイクでも全然僕はいいのかなというふうに思っています。ただしこっちのね 35mmF1.4 とかだと素直にこの外付けのマイクつけた方がいいかなというふうに思いますね。そしてマイク性能、今僕さらっと外付けのマイクつけた方がいいですねっていうふうに言ったんですが、この自撮りモニターですね、これが実はここの
ホット臭に干渉するんですよね。だから長いマイクとかつけようと思ってもここが干渉しますし、僕が使ってるこのロードのワイヤレス号ぐらいのコンパクトなやつでもやっぱりね、ここにドンとあると自撮りモニター見えなくなるので、まあ実用的じゃないなと。なので僕はこんな感じでホットシュー付きのプレートに XE4 とマイクを載せることで対応しています。ちょっとだけめんどくさいですかね。次はバッテリーです。写真もやるし動画もやるしっていうような使い方をしてた場合はやっぱりそうですね、体感2時間から3時間ぐらいでなくなっちゃうかな。まずね、このシリーズのバッテリーって Amazon とかで互換バッテリーが結構安くていっぱい売ってるんですよね。バッテリー2個追加で3個体制とかだったら半日、長ければ1日ぐらいいけちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。あとはこのカメラ USB での充電と給電ができるので、最悪モバイルバッテリーを使ってない時に挿しておくとかでも充電は対応できますので、バッテリーに関してはそんなに問題がないかなっていうふうに思うんですよね。で、バッテリーに関してはあんまり問題ないんですが、今から紹介することがこのカメラが動画機として使えるかどうかっていう一番の問題点になってくるんですよね。なんで僕今この XE4 での撮影がやめたかっていうと、熱暴走で止まっちゃったんですよね、録画が。これは結構バッテリー問題より深刻で、だいたいね、僕の場合だと平均で22分3分ぐらいかなを録画してると、このなんか赤いマークが出てくるんですよね。で、その赤いマークが出てきてもう1分後ぐらいには録画が強制的にストップしてしまうんです。この赤いマークが消えるまでは録画ボタンどんなに押しても録画されないようになってます。なのでそうですね、これから気温も暑くなってくるからちょっと15分以上動画撮るよっていう方は結構注意しなければいけないところかもしれません。ただしこれ逆に XE4 のコンパクトな筐体だからこそだなって思うところがあって、一旦熱暴走するんですけど、ほっとくとね、1分2分ですぐに筐体が冷たくなってくるんですよね。やっぱり筐体がちっちゃいっていうことは、そもそも持ってる熱の量そのものも少ないので、簡単に放熱されていくんだなと。なので復帰は結構早いかなっていうふうに思います。最後にこの XE4、やっぱりこんだけ小型コンパクトでグリップもないので、結構ね、使うレンズ、組み合わせるレンズを選ぶんですよね。なので僕も10本ぐらいレンズ試してきたんですが、その中でね、もう XE4 にはこれがぴったりだって思うレンズを3本まとめましたので、そちらの映像もご覧ください。XE4 にね、僕いろんなレンズつけて試してきてみましたので、今回の動画では僕が選ぶ XE4 にぴったりのレンズトップ3をもう独断と偏見で決めてみましたので、それを皆さんにお話しできればと思います。富士フィルムのカメラはね、どれもセンサーが同じなので撮れる写真自体は他のカメラと差がないので、今回はね、この XE4 のもう超個性的超かっこいいボディと組み合わせての撮影体験のワクワク度を評価基準としてトップ3のレンズを選びました。ちなみに僕が思う XE4 の魅力っていうのは、圧倒的にかっこいいデザインであることと、超小型軽量でコンパクトであることと、そして最後にね、持ち方とかシャッター音を含んだフィルムカメラのような撮影体験ができること、この3つが僕の中での XE4 の魅力なので、その魅力とね、うまく組み合わさったレンズが僕の中ではかなりワクワク度が高いカメラでした。なので今 XE4 まだ届くの待ってて、レンズもこれから検討しようって思われてる方は、僕のもう独断と偏見ではあるんですけども、僕がワクワクしたワクワク度順にご紹介しますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それではいきましょう。まずは第3位のレンズ。第3位は XF23mmF2 のレンズです。これ僕の動画いつも見てくださってる方だと、僕がめちゃめちゃ好きなレンズということをもうご存知だと思いますが、やっぱりね XE4 につけてもすごい良かったんですよ。XE4 につけた時の僕の感想としては、最強に万能感のある撮影体験ができたなっていうふうに思っています。まずね、XE4 につけた時すごくコンパクトなんですよね。レンズ込みでも重さが 540g しかないですし、デザイン自体もレンズが先細りしてるので、見た目としてもすごくスリムな感じになっています。で、オートフォーカスもね、やっぱり本当にノンストレスなんですよ。速いし静かだし、でフォーカスブリージングもないっていうような、こう撮ってるファインダーにも優しいレンズです。そして 23mm 換算 35mm っていう画角も、寄れば標準レンズ、引けば広角レンズっていうような使い方ができるので、この1本さえあれば足で画角を稼ぐっていうようなことがね、本当にできるんですよ。写りに関しても
変なね癖もないし逆光耐性も強いっていう風にとにかくね素直な写りをしてくれるんですよね。でさらにこのレンズ動画も強いんですよ。オートフォーカスにしろ写りの素直さにしろ動画にもぴったりのレンズなので、もう撮影中に感じるストレスっていうのがほとんどないんですよね。だからね、とりあえず XE4 にこのレンズつけておけばどんなところにも撮りに行ける万能感っていうのがあるんですよね。しかもこの XE4 のコンパクトなボディでね、気軽に持ち運べるサイズでこの万能感が手に入るっていうのは本当嬉しいですよね。XF23mmF2 をつければ他のカメラでも今の万能感っていうのは味わえるんですけど、特にやっぱりこのコンパクトさでそれを得られるっていうことが僕は重要なんだなっていうふうに思っています。でじゃあ今めちゃめちゃベタ褒めしたんですけど、これが3位である理由っていうのは結構残酷な話で、優等生すぎるんですよね。優等生すぎるがゆえに言ってしまえばちょっと面白みにも欠けるかなっていうようなレンズです。すごい贅沢な話なんですが、やっぱりレンズってちょっと癖がある方がワクワクはするじゃないですか。そういう感じがちょっとこの後紹介する2本に比べると弱いかなっていうふうに感じています。ということで第3位は XF23mmF2 でした。それでは次第2位。第2位はねこれです。このTTR チザンの 35mmF1.4、 これもね僕の動画でもご紹介して僕めちゃめちゃ気に入ってるレンズなんですが、これをね XE4 につけるとフィルムカメラのいいところだけを抽出したカメラになってくれるんですよね。まず手に持った感じなんですが、本当に XE4 のデザインと TTR チザンのデザインが相まってめちゃめちゃフィルムカメラっぽいデザインなんですよね。で持った感じも本当にね手にしっくりくるんですよね。この小型のボディとこの小さなレンズ、それで小さいけれども結構質量があるっていう、このグッと手の中心に重心がくる感じがいいんですよね。このカメラ持ってるっていう感じが手に伝わってくるんですよ。でこれマニュアルフォーカスのレンズなんでね AF 効かないんですよ。AF が効かないからこそこのカメラを持ってるっていう感覚を楽しみながら、この綺麗な EVF を覗きながらゆっくりとピントを合わせる。そしてこのピント合わせもトルクがねよく効いてるし F1.4 の明るさがあって、しかもピント面がものすごいシャープなのでファインダー覗いてるとね本当に吸い付くようにピントが合ってくるんですよね。だから本当にコンパクトな筐体を持ってすごくゆったりとしながら楽しい上質な撮影体験っていうのを味わえるんですよ。これはねもう誤解を恐れずに言うなら僕はフィルムカメラの楽しさのいいところだけを抽出しているカメラだなっていうふうに思うんですよ。僕ねフィルムカメラ今後ろに飾ってますけど、フィルムカメラも実際に手に入れてで1ロール撮ってきたっていう撮影体験をした後にやっぱり思うのが、フィルムカメラはねフィルムカメラの楽しさがあるんですよ。シャッターを巻き上げるレバーの質感とか露出系に気を配らなきゃいけないその面倒くささが逆に面白いとかいろいろあるんですけど、やっぱりね面倒くさいはあるんですよ。絶対面倒くさいしやっぱりお金もかかってくるっていうそのフィルムカメラのマイナス点だけはなくして、フィルムカメラの魅力っていうのをある意味そのインスタントというか簡単気軽に味わえるカメラなので、これは本当に僕は手放せないなと。しかも8900円ですしね、8900円でこれかって。だから XE4 とレンズキットを買うところにプラス1万円ぐらい払うだけでもう1個システム完成するような感じのレンズなんですよね。僕この XE4 とキットレンズのズームレンズ、電動ズームレンズとあと TTR チザンのそのセットっていうのはもうこれね富士フィルムから公式でセットとして出していいんじゃないかぐらいすっごいいいバランスのその組み合わせだと思います。ちなみにね XE4 にはクラシックネガも入ってるので、そういう意味でもこのレンズとね相性がやっぱいいんですよね。そのフィルムカメラ的な楽しみ方をするんだったら XE4 と TTR チザンいいなっていう風に思うんですよ。のでそういうフィルムカメラのねいいとこ取りをできるっていう意味で第2位は TTR チザンの 35mmF1.4 でした。そして最後第1位はね、もうこれはぶっちゃけ皆さん言う前から分かっていらっしゃったと思うんですが XF27mmF2.8、 これは旧型新型どっちでも大丈夫だと思います。これはね本当にスマホの感覚で富士のカメラを味わえる喜びですよね。まずねやっぱりレンズなんで当然写りが大事なんですよ。写りが大事なんですが、写りはねいいですよ。
パンケーキレンズってどうしても写りを妥協してるみたいなイメージを持たれると思うんです。まずピント面シャープです。ピント面とにかくシャープ。ピント面がシャープでも F2.8 の明るさがあるので、後ろがね適度にボケていくんですよ。そのおかげで生まれる立体感、そしてその立体感の中にある全体をねこう通り抜けていく透き通るような透明感、これが合わさってるからね気持ちいい写りするんですよね、このレンズで。しかもそれを自分のお気に入りのフィルムシミュレーション、それと組み合わせられるんでね、これがまた気持ちいいんですよね。ものすごい透き通る写りをするんですよ。でこのねスペックっていうのがレンズ込みで約 450g で手に入るんですよ。450g っていうと X100V が確か 470g ぐらいあったので、それよりもね軽いんですよ。でしかも筐体の大きさとしても XE4 の方が小さいので、実質富士フィルムの中で X トランシーモスを積んだセンサーの中で一番小型のシステムになるんですよね。だからねこのカメラをポケットに入れられる喜びっていうのがいいですよね。その富士のものすごい魅力的な写りをポケットに入れられる。だからちょうどね、これはさすがに言い過ぎですけど、その映るんですをポケットに放り込むような感じで持てるキットだなと思うんですよ。ちょうどね確か映るんですの画角がどのぐらいだったかな、33とかそのぐらいじゃなかったかなと思うので、それよりはちょっとね狭いですけどね、でも感覚としては同じぐらいだと思います。そしてねこの完全 40mm っていう画角がねまたいいんですよ。40mm って僕が撮影した時の撮影体験ってまさにねこの見たまんまそのまんまの画角をそのまんま切り取ってくれるっていうような画角だったので、こうね普通のレンズだと撮りたいものがある、じゃあそれをファインダーで覗いて、じゃあああでもないこうでもないってやってパシャってやるんですけど、40mm の画角っていうのは見た、構える、撮る、もうファインダーの中でね工夫する必要がないんですよ。なんでかっていうともう見たまんまがそのままファインダーに入るんでね、何かをする必要がない。だからその撮影っていうのがファインダーを覗いてっていうよりは、何を撮りたいかっていうその撮りたいものを見つけるっていうことに集中するっていう撮影体験にねシフトするんですよね。だからこう本当にねスナップに向いてるなと思って街を歩きながら自分が撮りたいものを探して、面白そうだなと思った瞬間にスッとカメラを出してパッと撮る。そしてねまたこの軽さが、機動力がねあるんですよ。機動力があるから歩くのも苦にならないし、カメラをスッと構えるのも苦にならないし、で構えた先には自分が見たものと同じものが映ってるのでそのままシャッターを押せばいい。だから僕ね結構ノーファインダーのその撮影とかもしましたね。いつもは僕かなりファインダーが大好きなので絶対覗いて撮るぞみたいなタイプなんですが、このレンズだけはノーファインダーでいいんだっていう、そういうね気軽な気持ちにさせてくれて、でねノーファインダーで撮るやつが結構ね良かったりするんですよね。だから本当にこれはちょっと他のカメラ他のレンズでは味わえない撮影体験だったなと思って、ちょっと別次元だったんですよね。で僕新型を予約はしているんですけどちょっとまだ来てないので、もうちょっと旧型でもいいから買っちゃおうかなっていう気分になってます。絞りリングはね我慢できる気がしてきてて、あと XE4 自体が防塵防滴じゃないので防塵防滴もいいかって。そしたら旧型の方が 6g 軽いんでね、ちょっとその 6g で妥協するじゃないですけど、ちょっと旧型でもいいから欲しくなっちゃってますね。今相当欲しくなっちゃってます。ということで第1位はね、もうこれはもう富士フィルムさんも全面的に押し出してますし、皆さんも分かりきってたと思いますが、もうスマホのようにね富士の画質を味わえるっていうことで XF27mmF2.8 がもうベストレンズです。いかがだったでしょうか。かなりね長い時間かけてこの XE4 の魅力を全部お話しできたんじゃないかというふうに思います。でこれね XE4 にはもうすぐ近くの価格帯、すぐ近くのサイズ感で XS10 っていうね、これもまたいいカメラがあるんですよね。でこっちはバリアングルだし手ブレ補正もついてるし、で動画の連続撮影時間もね熱暴走とか気にせず長いっていう話なので、総合力ではね XS10 の方がやっぱり僕上だなっていうふうに思ってるんですよ。なのでカメラ1台だけどれか持ちましょうよっていう風な話になったら、僕は S10 の方をおすすめするかなっていう風に思います。ただS10 に対して E4 がやっぱり勝ってる部分って、この軽さとデザインとシャッター音がしっかりと1個のコンパクトな筐体にまとまってるっていうことによる
撮影のね気分テンションを上げてくれるっていうことだと思うんですよね。だから総合力なら XS10 の方が上なんですが、この気分が上がったことによるねその撮れる写真や動画のそのホームラン率っていうのかな、ホームラン数はXE4 の方がね僕は上だと思ってるんですよ。なので一番最初にお伝えしたジャケ買い推奨ってそういうことで、結局ねこのカメラかっこいいんですよね。だからかっこいいと思ったらその気持ちに従って買っちゃっていいと思います。でそうやって気持ちに従って買っちゃった後にいろいろねその総合力では XS10 に劣りますし、決して万能機ではないんですよ。万能機じゃないんですけど、ちょっとこっちが工夫すればね何でもできるカメラなんですよねこれ。だからそういう意味でジャケ買いで買ってこのかっこいいカメラで撮るぞっていう風に気分をどんどん上げてって写真にのめり込んでいくっていうのがね僕はいい買い方だなと思います。なので決して万能じゃないけど頑張り次第で何でもできるカメラなので、やっぱりねぜひ1台ね買っていただきたいカメラですね。本当に買って損はないカメラだと思います。なのでぜひね XE4 購入された方はコメント欄とかで購入しましたみたいなことを教えていただけるとすごく嬉しいです。それでは今日の動画は以上になります。今日も動画見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。キーパフォーマンスの井端でした。